はいどうも皆さんこんにちは。今回は自由民権運動についてお話していきます。自由民権運動というのは自由で民主的な国を目指そうという運動です。裏を返せばこれまでは自由で民主的な国ではなかったということになりますので、この自由民権運動は江戸時代の自由が制限され政治を一部の人々が行っていたという身分制度の反動で起きたと考えることもできます。これまでは明治時代が始まってから明治6年の政変で政府が分裂して以降、士族の反乱について見てきました。なので一度時間を戻して自由民権運動がどのようにして始まったのかから確認していきましょう。自由民権運動は政府の内部分裂から始まります。当時の政府は幕末に活躍した人々が中心となっていましたが、彼らが2つに分かれて争うようになったのです。こうして起きたのが明治6年の政変です。この政変に勝利したのが大久保利通、伊藤博文、大隈重信といった人々で、敗北したのが西郷隆盛、江藤新平、板垣退助といった人々でした。敗北した人々はもちろんですが、反感を持ったまま政府を辞めており、これ以降各々のやり方で政府に反抗していきます。さて、そんな政府を辞めた人の中に板垣退助という人物がいました。この板垣退助は土佐藩、現在でいうところの高知県出身の人物です。政府を辞めた板垣は政府に対抗しようと考えました。しかし一人で政府に対抗しても勝てるわけがありません。ということで、同じように政府を辞めた人々を集めて愛国公党という政治結社を結成。彼らが政府に提出したのが民選議員設立憲白書です。民選議員というのは民によって選ばれた人たちが会議を行う場所という意味で、憲白書というのは人々が政府に対して意見を述べる書類のことです。つまり民選議員設立憲白書というのは、民によって選ばれた人たちが会議を行う場所を設立してくれと政府に対して意見した書類という意味になります。簡単に言うと、板垣たちは国会を作ってくれと政府に対して意見したわけです。現代では当たり前になった国会はこの頃まだなかったのですね。国会というのは選挙によって選ばれた人たちが会議をして法律を作る場所なので、みんなでこの国の法律を決めていることになります。しかしこの頃はそんなことはありません。そもそも国会がないので政府が法律を作っていたのです。となると政府は自分たちに都合のいい法律を作ることができます。なので板垣たちはこの憲白書で、今の政治は一握りの役人が思うままにしている、国会を開いて国民を政治に参加させろと主張したのでした。しかし憲白書はあくまで憲白書、一つの意見としか捉えられません。意見を採用するかは政府に委ねられており、政府はこの意見を採用しませんでした。国会を開くのはまだ早い、国民はまだ政治について理解していない、こんな状態で国民を政治に参加させたら日本は大変なことになる、そのように政府は考えていたのです。こうして国会を開けと主張する民権派と、まだ早いと主張する政府の間で対立が起きるようになりました。では政府に採用されなかったら民選議員設立憲白書は意味がなかったのかというと、そういうわけではありません。事態は予想外の方向に進んでいきます。新聞です。なんとこの憲白書が新聞に載ったのです。新聞に掲載されたとなると、日本中に憲白書の存在が広まります。するとそれを読んだ人たちが意見を持ち始めたのです。まず最初の議論は憲白書の内容を批判する手紙から始まりました。批判された点は主に2つで、1つ目が憲白書提出者たちの資質に対する批判、2つ目が国会設立の時期に対する批判でした。1つ目の批判は憲白書を提出した人々が直前まで政府のメンバーだったことを考えると当然です。この前まで板垣たちも政治を思うままにしていたじゃないか、政府を辞めた途端にそのことを棚に上げて政府を批判しているのはおかしい、お前たちが言っても説得力がないという批判ですね。そして2つ目の批判は、国会は開くべきだが政府の言う通り今の日本にはまだ早い、国民の多くは政治に関する知識がない、今国民を政治に参加させれば政治は混乱するだろう、まずは国民を教育してその後に国会を開くべきだという批判でした。この批判が新聞に載ると、またしてもこれが拡散され、さらに批判を行う人物が現れます。国民の多くは政治に関する知識がないというのは同意できる。しかしだからこそ国会を開くべきなのだ。国会を開いて政治に関わる経験を持つことにより国民の意識が高まるのである
と主張したのです。要するに現代的な言葉で言うと炎上したということに近いです。こうして新聞は激論の舞台となり、全国の人たちが政治に関心を持ち始めるようになります。さて、お前たちが言っても説得力がないと批判された板垣退助たちは各々のふるさとへと帰っていきます。こうして江藤新平は佐賀の乱で処刑されてしまいます。一方、板垣退助はふるさとの高知に帰った後、仲間を集めて政治結社を作りました。立志社です。この立志社で板垣退助は人々に人権と自由がいかに大切かを教えたり、講演会を開いて演説を行ったりしていきます。この立志社設立以降、各地で次々と似たような政治結社が結成され、全国の政治結社によって自由民権が叫ばれていったのです。炎上が一大ブームに変わっていきました。これを見た板垣たちはチャンスだと考えました。地方の民権結社をまとめる全国組織を設立しよう、そう考えたのです。こうして全国の民権結社の連絡組織として作られたのが愛国社です。地方から始まった民権運動が全国規模にまとまり、愛国社の設立は自由民権運動の一大転換点となりました。とはいきませんでした。政府の妨害が入ったのです。もちろんですが、政府からすると自由民権運動は邪魔です。国民は政治に関する知識がない。国会を開けば国民が政治に口出しをするようになる。そうなれば思うように政治ができなくなる。そう考えた政府は民権派をうまく手なずけようと考えます。当時政治の実権を握っていたのは大久保利通。彼は政府を辞めていた板垣退助と木戸孝允を大阪に呼び、そのうち国会と憲法を作ることは約束する。頼むから政府に帰ってきてくれとお願いしたのです。この誘いに乗って板垣と木戸は政府に復帰。板垣が政府に手なずけられたことによって結成直後の愛国者は事実上分裂し解散。それどころか板垣は木戸大久保と対立してすぐに政府を辞めてしまいました。こうして愛国者が解散したことで民権運動の勢いは落ち、政府はさらに弾圧を加えていきます。残暴率で政府の悪口は禁止、新聞紙条例で政治に害がある新聞は弾圧、出版条例で出版物は内務省の検閲を受けなければならなくなりました。このように政府は徹底的に言論統制を行って民権派を弾圧していったのです。そのような状況で起きたのが西郷隆盛の西南戦争でした。武力で抵抗することを選んだ西郷隆盛が最終的には自害に追い込まれる様子を見た人々は、武力によって政府に勝つことは不可能だと悟ります。こうして残された人々は言論統制にもめげずに政府に反抗していくようになっていくのです。ここで再び自由民権運動を盛り上げようとしたのが立志社の人々でした。立志社憲白です。国会開設、地租軽減、条約改正、これら3つを要求し政府に対抗していきました。もちろん政府はこの憲白書をまたも却下しましたが、立志社憲白は大量に印刷されて全国にばらまかれたため、国民の多くは立志社の政府批判を目にしており、自由民権運動は再び盛り上がっていきます。そこに立志社の人々は追い打ちをかけます。愛国者を再興しようと考えたのです。こうして立志社の人々が呼びかけて愛国者再興大会が開催されました。これによって一度は失敗した民権結社の全国組織創立を成し遂げることができたのです。特にこの頃になると地方の有力者が政治に関心を持つようになっており、豪農や地主といった士族以外の人々も運動に参加するようになってきました。さて、ここで再確認したいのですが、愛国者の目的は国会を開くことです。それに対して当時の政府はそのうち国会を開くと言っている状況でした。そこで愛国者はこれを攻撃することにします。そのうちじゃダメだ、いつ開くか決めろと主張するわけです。こうして愛国者は名前を変えます。国会を期日を決めて成立させろと主張する同盟で国会規制同盟という名前です。彼らは国会開設の署名活動を行って多くの人々が大阪に集まりました。政府としてはまずい状況です。このままでは民権派が力をつけて政治の主導権を奪われてしまいます。ということで再び弾圧です。こうして出されたのが集会条例でした。これによって政治に関する集会を行う際には事前に申請が必要になり、盛り上がる演説会は規制されてしまいました。政府は再び盛り上がる自由民権運動を弾圧することに成功したのです。しかし国会規制同盟はすでに多くの会議を終了していたため大きな影響はなく、
国会開設の署名と願望書を政府に提出しました。もちろんですが政府はこれらの受付を拒否。国会開設はそう簡単に達成できそうにはありませんでした。さていかがだったでしょうか。このように自由民権運動は盛り上がったら弾圧、盛り上がったら弾圧といった感じで政府から抑圧されながら進んでいきました。しかしこのような状況が大きく変わる出来事が起こります。明治14年の政変です。ということで次の動画では明治14年の政変と国会開設運動についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。